まこなこです。今回は2021年10月28日に Steam などで発売された Age of Empires 4の評価レビューを取り上げていきます。プレイ時間はベータテストも含めて約70時間、製品版で50時間ぐらいプレイやってます。4つあるキャンペーンの2つをクリアして、他のキャンペーンもある程度クリア。この他オフラインで戦うスカーミッションモードやオンライン対戦をプレイ済みです。過去作に関しては1年以内にディフィニティブエディション、これを1から3を1つのキャンペーンクリアした程度になっています。このため過去作との比較に関しては述べずに、今作が単体のゲームとしてどうなのかを中心に取り上げていきます。それではゲーム性に関して個別に見ていきましょう。すべてがリアルタイムで進行するため、せわしなく操作をし続ける必要があります。このため、ゆっくり考えてゲームを進めたい人からすると、この点に不満を感じるかもしれません。一時停止して建物を建てたり、軍隊の移動場所を決めたりするなどの選択も基本的にできないため、のんびり考えながら行動すると敵に攻め込まれてしまうこともあります。リアルタイムストラテジーの面白いところは、リアルタイム、時間が常に通常通りに流れる状態。この状態でストラテジー、戦略を練ることのため、ジャンルとしては何ら問題ないのですが、このジャンルの特性そのものが人を選ぶ要因になっています。リアルタイムで人を配置し、建物を建てて内政を行い、軍備を整えて戦争を仕掛ける。この一連の流れが楽しみの一つでもあるものの、その流れに慣れるまでに時間がかかるかもしれません。だからこそのリアルタイムストラテジーはとっつきにくいと思われている要因にもなっています。発売日の時点では8つの勢力が用意されています。それぞれ特徴のある勢力のため、他の勢力で遊べばまた違った戦略を練ることができて、ゲームの楽しみの幅が広がります。また、対戦要素もあるため、相手の勢力によってこちらの出方を変える必要性も出てきます。このあたりの傾向と対策を立てつつ、リアルタイムで戦略を練る楽しみがあります。今後、新たな勢力がどんどんと出てくるかもしれませんが、発売日時点で8勢力と少ない状態からスタートすれば、知るための労力をかける量が減りますので、早い段階から遊ぶのも良いかもしれません。キャンペーンモードはミッションごとに与えられた条件を達成していくモードです。攻略型のため、クリアを目指すプレイが好きな人におすすめです。また、特徴の一つに、実写で現時点での歴史的な場所、その場所の映像を映して、歴史の紹介をしていく映像がミッション開始時に流れます。映像が魅力的で単にゲームを楽しむだけではなく、歴史的興味を引く要素にもなっています。この点に関しては、歴史が好きな人にも興味を持ってもらえる要素だと思われます。新規のプレイヤー向けのチュートリアルも充実しています。最初にプレイできるチュートリアルのほか、孫子の兵法というモードでも初心者向けのお題が出されて達成していく要素が用意されています。また、キャンペーンモードでもその勢力のチュートリアル的な要素も含まれていたりもします。学習機能で勢力の情報を確認できたり、対戦のプレイ内容をリプレイで表示することも可能です。このほか、ウェブでも情報が多く公開されているのですが、残念ながら日本語はないため、この点は残念。全体的に画面が狭く感じます。このため把握できる範囲が限られて、どこに何があるのかも確認しにくくなっています。特に大勢の軍事ユニットを動かす際に、一つの画面に収まりきらないこともあり、操作がより煩雑になってしまっています。オンライン対戦では同じ条件のため、このことで優劣はつかないのですが、オフラインで気軽に遊ぶ際には、ストレスの要因にもなってしまっています。操作は基本的にマウスとキーボードで行います。ただ、ある程度まともに操作しようとすると、キーボード操作を覚えていかなければならず、普段キーボードでゲームをすることに遊び慣れてない人には苦痛に感じるかもしれません。便利なショートカットキーも多いため、なおさらです。キーボードを見ずに操作できるようになって、初めてまともに操作ができたと言えるかもしれませんが、なかなかの困難を伴います。ありがたいことに日本語テキストが収録されています。ですが日本語の音声はありません。ゲーム中、様々な内容が音声でも案内されますが、その内容を理解することができません。特にリアルタイムストラテジーでは、操作や考えることに集中してテキストが流れても、それを読む余裕がないということが
多くあります。結構なスピードでテキストがどんどん切り替わっていくため、そもそも早く読むことができる人でないと読めないという状況にも陥ります。キャンペーンでは何かをしなければならないことを多言語の音声で説明され、それを日本語字幕で確認するのですが、その内容の把握が難しくなっています。会話の記録、ログのようなものも用意されていないので、一時停止して確認することもできません。一応やるべきことは左上に表示されるので、その内容を確認して条件達成をすることもできますが、その場所に書き加えられたかどうかということも把握し忘れることもあります。このあたりは日本語音声がないことによる日本語しかわからないユーザーにとっての大きなデメリットと言えるでしょう。他のプレイヤーとのオンライン対戦も可能なゲームであり、そちらの方が主流と考えているシリーズファンも多いかと思います。結論から言えば、今まで遊んだことのない人がオンライン対戦するのはあまりお勧めできません。シリーズを遊んできた人とそうでない人との差が激しく、特に操作自体が困難であるならば、ストレスをためるだけにしかなりません。本作で私はオンライン対戦を初めてプレイしましたが、面白くはあるのですが、勢力によっては傾向と対策をしっかりしないと勝てないことも多かったり、また、一見プレイの幅があるようなゲームに見えてもそうでなかったりします。マップや相手の出方による運の要素も多いため、新規がプレイするのは過酷です。ある程度慣れてくるまでは、新規の人は他のプレイヤーとのオンライン対戦は控えた方が良いでしょう。オンライン対戦には人対人だけではなくて、人対 AI、コンピューターという設定も可能です。AI は難易度の設定もできるため、低い難易度から始めて、徐々に難易度を上げていく攻略型のコンテンツとして楽しめます。知人等とボイスチャットをしながら AI との対戦をしていくのであれば、協力プレイとして楽しめるでしょう。もちろん知り合いがいなくても遊べるような仕組みは用意されています。初めてエイジ・オブ・エンパイアシリーズを発売日に買いましたが、勢力が少ない今だからこそ勢力に関して覚える量が少なくて新規にもお勧めできます。勢力が増えれば増えるほど新規プレイに負担がかかるため、興味ある人は早めに手を出してみてはどうでしょうか。オンライン対戦はどのゲームでもそうですが、中毒性はあるもののキリがなくなるという問題もあるため、やるかやらないかはお好みで、オンライン対戦をやらなくても十分楽しめる内容だとは思います。以上です。このレビューが参考になれば幸いです。すでにエイジ・オブ・エンパイアーズシリーズのゲーム実況を上げているほか、エイジ・オブ・エンパイアーズ4に関しては、遊び方、攻略のコツを取り上げている動画も複数用意してますので、もし新たにプレイされる方は、ゲーム実況でどういうゲームか把握していただいて、なおかつゲームを買ってよくわからないことがあるという方は、ぜひ攻略のコツである程度のゲーム内容を把握していただけたら、もしかしたらゲームにより熱中できるかもしれません。今後も動画上げていく予定ですので、よろしければチャンネル登録と、今回のレビュー良かったと思われた方は、高評価よろしくお願いします。ではでは。